こんにちは皆さん。今日は歯の健康に関する興味深いトピックを取り上げます。虫歯の秘密を解き明かし、歯に隠れた驚くべき敵について探求しましょう。あなたは、どうして虫歯ができるか知っていますかと聞かれたら、どう答えますか？食べかすが歯について、それを虫歯菌が餌にして増えるからじゃない、とか。虫歯菌が槍で歯をつっつくからよと答えるかもしれませんね。槍を持ってるって、幼稚園児じゃないんだからと、突っ込みたくなりますが。じゃあ、どうしてよ、って聞かれても、正確に答えられる人は、あまりいないと思います。ところで、先ほどの答え、正解だと思いますか？片方だけの答えでは正解と言えませんが、両方つなげると正解です。正解は虫歯菌が食べかすを餌にして増え、槍で歯をつっついて穴を開けるです。虫歯菌って、槍を持ってるの？もちろん槍は持っていません。でも、槍のようなものを持っているのです。歯を壊す槍のようなものとは何でしょう？口の中には、たくさんの細菌がいますが、その中のいくつかの細菌が歯を溶かす酸を作ります。この菌のことを虫歯菌と言います。本当は、もっと難しい名前がついているのですが、今は、難しい名前まで知る必要はありません。皆さんが食事をすると食べかすが歯の周りにつきますね。現代の食品の多くは加工されていて柔らかく、あまりたくさん噛まなくても飲み込むことができますし、すぐにベタついて歯についてしまいます。多くの食べ物の中には糖分や澱粉が含まれています。澱粉は分解されると麦芽糖という糖分になります。果物が甘いのは果糖という糖分が含まれているからです。ご飯や果物以外にジュースや炭酸飲料水の中には多量の砂糖が含まれています。もちろんお菓子やケーキなどは砂糖の塊と言っても良いほどです。歯には糖分がいけないということは皆さんも知っていると思います。どうして虫歯ができるのかという最初の質問の答えに、食べかすが歯についてそれを虫歯菌が餌にして増えるからというのがありましたね。この食べかすが糖分の材料なのです。でも、どうして糖分がいけないのでしょうか？虫歯菌は糖分を食べて乳酸という酸を出します。つまり虫歯菌が出す乳酸は虫歯菌のうんちやおしっこだと思えばいいのです。虫歯菌のうんちやおしっこが皆さんの大切な歯を溶かしてしまうのです。この場合の乳酸菌は、良いイメージのある乳酸菌とは別物だと考えてください。虫歯菌が持っている槍のようなものとは、虫歯菌が出す酸のことなのです。世にはびこる悪者ってどうしても群れるってイメージがありますよね。一人じゃ何もできなくて小さくなっているのですが、集まると途端に威勢が良くなります。虫歯菌も数が少ないうちは悪さができません。ではどうやって数を増やしていくのでしょうか？皆さんのお家の台所のシンクコーナーに、生ゴミ用のプラスチックのカゴがありませんか？あれって、ちょっと油断していると、なんだか表面がぬるっとしてきませんか？あのぬめりをバイオフィルムと言います。バイオフィルムというのは細菌が産生する膜なのです。歯の場合このバイオフィルムに守られた虫歯菌の塊を歯垢と言います。まさに歯についた赤ですね。歯の表面に赤のようにこびりついた歯垢は、虫歯菌の塊と言っても良いのですが、虫歯菌は糖分を食べて酸を出すだけではありません。糖分がたくさんつながった構造の多糖を作り出すこともできるのです。この多糖のことをグルカンと言います。グルカンは虫歯菌たちの住処であり、食料倉庫でもあるのです。お口の中に糖分が入ってこない状態が続くと、虫歯菌たちはグルカンを食べ、酸を出し続けます。こうして歯の表面に一度歯垢がついてしまうと、ネズミ算式に虫歯菌の数が増えていくのです。バイオフィルムという城壁とグルカンという食料備蓄庫によって、敵は鉄壁の籠城作戦を構築しています。それでは、虫歯菌によって攻撃された歯は、防御手段を持たないのでしょうか？私たちの体は少々の傷や病気を自分の力で治す能力を持っています。ちょっとした擦り傷は知らぬ間にかさぶたとなりかさぶたが剥がれると何もなかったように綺麗な皮膚に戻っていますね。骨折でさえきちんと添え木をして固定してやれば、数ヶ月で骨が再生されて治ってしまいます。
それなのに、どうして虫歯は自然に治ってくれないのでしょうか。実は、虫歯も自然に治っているのです。うっそー、聞いたことないというかもしれませんが、これは事実です。歯の表面はエナメル質という物質でできています。エナメル質は、水晶とほぼ同じ硬さを持ち、人体の中でも最も硬い組織です。表面は非常に緻密にできており、虫歯菌がいない環境では何万年経っても崩壊することはありません。ところがエナメル質は大きな弱点を持っているのです。なんと、酸にめっぽう弱い。なんで歯の表面を酸に弱い物質で作ったんだと神様に言いたいところですが、自然の摂理は理由があってそうなっているのでしょう。しかしながら自然の摂理に逆らって社会を構築し発展してきたのが人間です。人は年齢を重ねるごとに何らかの不調が現れてきます。筋力が衰え、記憶力も衰え、体全体が生命の終焉に向かって穏やかに進んでいきます。病気に対する科学的な探求がなされなかった近代以前、人々の寿命は今よりももっと短かったのです。医学の歴史は病との戦いです。歯も例外ではありません。今や人間は虫歯菌との戦いに勝利を収めようとしていますが、虫歯菌側も案外したたかです。それでは虫歯菌側の作戦について解明していきましょう。虫歯菌も生きるために色々な工夫をします。彼らは人間の口の中で生きるという選択をした以上、必死で生存に最適な環境を作り出そうと努力します。糖分を食べて酸を排することは、彼らにとって理にかなったことなのです。虫歯菌はまず、自らの排泄物によって歯の表面を溶かし、凸凹を作ることによって本来なら平滑で取り付きにくい部分に自分たちの住処を作るための足がかりを作ります。そしてさらに穴を深くすることによって食料である糖分を溜め込みやすい環境を作ろうとするのです。人間の歴史は、細菌との戦いの歴史であると言われますが、まさに口の中の狭い環境の中でも戦いが繰り広げられているのです。虫歯菌が最初の足がかりを作ろうとしている初期の段階では人間側も必死に抵抗します。最初に虫歯菌がエナメル質の表面を溶かした段階を脱解と言います。脱解の初期の段階であれば、再石灰化という現象によって溶かされたエナメル質が修復されます。エナメル質は、リン酸カルシウムという物質でできており、なんと都合の良いことに人間の唾液の中にはリン酸イオンとカルシウムイオンが含まれているのです。リン酸イオンとカルシウムイオンを合成剤とペンキだと考えると、錆び始めた鉄の表面をペタペタと修復するようなものです。擦り傷程度の初期の虫歯は、実は自然に治されているのです。一昔前は、食後3分以内に3分間歯を磨きなさいと言われましたが、最近は食後15分から30分経ってから歯を磨くようにと言われます。食べ物や飲み物には酸性度が高いものが多く、食後、歯の表面が酸によって脱解された状態で歯を磨くと歯の表面が削れやすくなってしまうのです。15分も経つと唾液による再石灰化が起きますので、その後に歯を磨いた方が安心です。人間はいつから虫歯菌との戦いに負け始めたのでしょうか。人間が農耕を知らず狩猟に頼っていた頃の食生活は虫歯菌にとって苦難の時代でした。人間の口に入ってくるものといったら、貝や木の実や動物の肉といった糖分に乏しいものばかり。たまに果物のようなものも食べてくれるけど、圧倒的に量が少ないし、リンゴなどのカリカリした果物はかえって歯の掃除をしてしまいます。食べ物を細かく切ったりすりつぶしたりといった加工をせずに、いきなり口に放り込むものだから。どうしてもよく噛まなければなりません。噛むと唾液がたくさん分泌されてせっかくついた食べかすが洗い流されてしまうし。食物繊維が歯ブラシの役割をするので食べること自体がお口のお掃除になっていました。あの時代は、虫歯菌にとって氷河期だったと言えるでしょう。人類が誕生してから数十万年の虫歯菌にとっての氷河期の後、虫歯菌にとってわずかな光が差し始めました。今からおよそ1万年前人類が農耕を始めたのです。獲物を求めて旅をし、
猛獣と戦い時には傷つき倒され獲物の少ない季節は空腹に耐えて震える体を寄せ合う。そんな生活に飽き飽きしていた人類が、ふとしたことから、植物の種をまき育てるという画期的な食料調達方法を発明しました。そのことによって、虫歯菌も安定した食生活を手に入れることができたのです。それはつまり、動物たちとの食をめぐる争いから解放され、牧畜をし農耕を始めることによって、人類は虫歯菌との新たな戦いを余儀なくされたということでもあるのです。農耕によって得られた穀物を、人類は様々な方法で加工するようになりました。乾燥させて備蓄し、粉にして食べやすい形に変化させたのです。その結果何回も噛まなくても食べ物は飲み込みやすくなり必然的に1回の食事に要する咀嚼回数が減りました。そのことによって唾液の洗浄力は発揮されにくくなったと言えるでしょう。さらに、あらかじめ切り刻まれ加工された食物繊維は、歯ブラシの役目を果たさなくなって、小さくなった顎のために歯並びが悪くなり、虫歯菌にとってはこの世の春とも言うべき環境が出来上がったのです。もちろん農耕技術の発明と発展なくして現代の人間社会の繁栄はありませんでした。農耕は人間に計り知れない恩恵をもたらしました。問題は、その発展とともに奥地の環境を改善する努力を、長い間、人間が怠ってきたことなのです。そろそろ、奥地の問題から解放されようじゃありませんか。今回はなぜ人は虫歯になるのかということを解説しました。次回はどうすれば虫歯にならないようにできるのかというお話をしようと思います。小さなお子さんをお持ちの方や、お孫さんをお持ちの方々必見のお話になります。登録をして次回配信をお待ちください。それでは皆さん、またお会いしましょう。